こんにちは、ドロンコです。今回ご紹介いたしますデッキはグルールレジェンズです。バードクラスをメインエンジンにして伝説のクリーチャーをとにかく並べるデッキです。オリジナルな点としては、マナ生成やドローなどのアドを生み出すサブエンジンになるカードを大量に組み込んでいます。なのでずっとアドを取り続けられます。まずはメインエンジンであるバードクラスを見ていきましょう。バードクラス赤緑の2マナエンチャント。あなたがコントロールしているすべての伝説のクリーチャーは追加でプラ1カウンター1個が置かれた状態で戦場に出る。赤緑2マナでレベルに起動。あなたが伝説の呪文を唱えるためのコストは赤緑少なくなる。この効果はあなたが支払う色マナの点数のみを減らす。うまく使えばレベル2起動で支払うマナ分をチャラにして展開することができます。赤緑5マナでレベル3起動。あなたが伝説の呪文を唱えるたび、あなたのライブラリーの一番上にあるカード2枚を追放する。このターン、あなたはそれらをプレイしてもよい。レベル3能力は伝説の呪文を唱え続ける限り、連鎖的に展開し続けることができます。このデッキは伝説のカードしか入っていないので、何らかのスペルを唱える際、レベル2、レベル3の能力が必ず使えます。サブエンジンには次のカードを採用しています。攻撃すると宝物を生み出すマグダ。クリーチャー3体以上で攻撃するたび、カード1枚を無作為に捨てる代わりに2ドローするガリア。呪文を唱えるたび赤1マナを生み出すビルギ。裏面のハーンフェルは瞬間的2ドローによりバードクラスレベル3能力連鎖のきっかけになります。攻撃するたび氷雪パーマネントをアンタップする4。メイン2で氷雪ランドを再び使い回しましょう。木の神エシカ。自身の伝説のクリーチャーが全て警戒を持ち、タップすることで好きな色のマナを生み出せるようになります。氷雪クリーチャースベラ。3マナタップで氷雪マナファクトの生成、8マナタップで自身のライブラリートップ4枚の中から1枚スペルを踏み倒します。戦闘ダメージを与えたクリーチャー分のドローができるトスキ。デッキトップ6枚からクリーチャーを1枚引っ張ってきつつ3点ライフゲインするタンブルストロム。2マナタップでデッキトップ6枚から伝説のクリーチャーを持ってこられるコルボーリ。すべての手札を捨てる代わりに瞬間的3ドローができる炎の心チャンドラ。クリーチャーを唱えたとき、それよりもマナ総量が小さいクリーチャーを1枚ライブラリーから戦場に出すビビアン。自身のクリーチャーすべてが森になるアシャヤ。タップで緑にマナ加え、トークンでないクリーチャーが戦場に出るたびプラ1カウンターを置きつつワンドローできるグレートヘンジ。このようにこのデッキはほとんどマナ生成やドローができるカードで構成されています。あとはダーグナール、グラングリー、ザリエル、ガラク、フィニッシャーの豪華ボリンクレックス、ファイラスを採用しています。それでは対戦の方へどうぞ。いいね。バードクラス来とる、ビルギ来とる。よかよか、キープや。いいね。はい、キープ。なんか早速結構悩んどる。白か。白は今はポータブルホールで簡単に焼かれてしまうからな、バードクラスが。いやー、今このクラス系のカードが強いで白が強いよな。まあゴルガリカラーでも取れるんやけど、っていうかまあどのカラーでも取ろうって思ったら取れるんやけど、白が特に追放除去多いからね。セレズニアでマナ加速して、どういうデッキかな相手。工作、マナ加速するね。ビルギを出すかレベル2にするかやけれども、さてどっちにするかだな。マナ加速にもなるしビルギかな。ビルギにしましょう。ただ焼かれそう。アブザンカラーやった。アブザンカラーエンチャントバルーンはきついやよね。そうよね。はい、分かっとった、そういうのは。
だけれどもこれでバードクラスをレベル2にしましてターグナールが出せちゃうんですね。で殴ります。 OK。 よし。ただ1枚ってことないやろから高速が他にも割る手段も入ってそうやしバードクラスが残らんかもしれん。残ってほしいけどどうかな。高速は撃たんだってことやな。ああそっか、ランドが持ってこられるでまだ高速撃てるわ。予言ドゥームスカールかなこれは。しがみつき、はい、ドゥームスカールかなって思って動いといた方がいいから、ザリエルかタンブルストロムか。まあ、ザリエル出してパワーを上げてで絶対壁を突破するようにしよう。まあでもドゥームスカール撃たれるんやったら壁一つなくなりになったというところで関係ないけどね。で一回ドゥームスカールかな。そうそう、ザリエルは速攻を持たせることができるんです。だから焼かれたとしても次エシカだけやけどな、クリーチャー。ビビアンでクリーチャー出して速攻つけるっていうことはできるわ。それが強いから、そうしようかな。ただマナがない。マナがまだ3マナやで、ちょっとビビアンにも届かん。おお、スタルンハイムの解放。マジそれは考えてなかったな。強い。マジか。しかクリーチャーも増やしたいとこやけど、ちょっとグレートヘンジグレートヘンジか。まあグレートヘンジかな。でエシカ出します。で警戒付与するけど、まあそこはあんまり。トスキいいね。まあでもアタックよ。はい。でクリーチャーは取ってくるよな、さすがに。はい、そうよね。で次ザリエル焼いてくるかな。焼いてきそうだな。天使2体でザリエルかな。いや、シュタルンハイムの解放か。それは考えてなかったな。普通にドゥームスカールやと思っとった。次のターンどうやって動こうか。一応全部出せるけど、後好きでドローを回していくのが硬いかな。何ニサニッサ。いや強いな。でどっちを焼いてくる。ザリエル焼いてくる。
これはきついかもしんねえ。しかも警戒持ちやからな、この人ら。しがみつき、はい。いやー、ここの壁が熱いわ。越えられんな。なんか学んだ出し方間違えとったんやな。勝ちの目はビビアン出したところで自利品やからまだ意味なくて、タンブルストロムがデコイになる。タンブルストロムデコイか、トスキも今意味ないからな。バードクラスでなんか引いてこい。いや、もう一つのバードクラス出してもよかったな。いやー、焼かれそう。このバードクラス頼みなんだけど。バードクラスがうまいことつながったら、まあまだ目はあるかな。命取りのうぬぼれ。あ、ラッキー。なんでそれ使うんやったらさっき殴ってもよかったんちゃうの？っていうか、除去する必要なくない？おおう。いや、なんか盤面が楽になったんやけど。じゃあビビアン出すよ。トスキか。ビビアン出しかな。あ、いいね。ガリアは出しますと。はい。山いいね。山は出しますよ。コルボーリかエシカが。エシカも出したいとこやけど、ちょっと打点的にコルボーリかな。コルボーリ出して、で、ビビアンで、トランプル、警戒、到達かな。ガリアで、殴りましてって思ったけど、何？あなたはあなたの手札があなたの墓地にあり、マナ総量があなたがコントロールしている土地の数以下であるカードを11カウンター2枚が置かれた状態で戦場に出してもよい。クリーチャーおらんよな。クリーチャーおらんから無視してよくて、はい。やで無理やりにもクリーチャーを落としたかったってことか。そういうことか。まあ別に。はい、4号。相変わらず壁は厚いな。巨人。おお、巨人か。そうすると並べるしかないわ。巨人。
伝説の呪文を唱える旅やろ。さっきバードクラス出してこのトスキにカウンターを乗せる動きでもいいかも。トスキにカウンター乗せつつバードクラスを回してアシャやアシャや出したかったけどマナが足んない。ダンブルストロムかな。その次の動きを考えていくとフラングリーの4も出せねえな。ビビアンでクリーチャーは並べてトランプルつけてもなタフ4以上ばっかりやろうから到達かなやっぱり。ダンブルストロムさんは伝説の何かしらのカードマグダビルギ4ビルギビルギ次のターンから有効に使っていきたいから4でもまあまあ良さそうやけどここはエンドで次のターンクリーチャーを並べられへんのやったらフルアタックで勝ちかな。でもライフゲインしとる。それでもフルアタックで勝ちかな。巨人が出てくるやろでまだダメか。もうちょっとかかるな。まだクリーチャーは並べるしかないか。今墓地にクリーチャーはいないよね。 OK。 じゃあ日サは無視していいや。巨人、はい巨人。なんで今象形オリ使った？なんかどういうこと？なるほど、そういうこと。これ効果なんやったっけ？なるほどね。いやクリーチャー残さんとダメやな。ってことはトスキはでもダメや。アタックされたらダメやで。トスキはいいや。もともと破壊不能やし。コルボーリガリア。いやグレートヘンジやったかな。マジでそういうことか。バードクラス出すけど出す。レベル2にする。コルボーリ出す。コルボーリ出す。ガリア出す。でトスキは絶対アタックせないかんからブロックされる。次のターンガリアで必ずブロックせんとあかんわ。で一旦耐え忍んでしがみつき、はいドローしてまだしがみついてくるかな。高速
高速か。これ全部落ちたんちゃう？バードクラス1、2で、全部落ちたわ。バードクラス全部落ちた。メレティス誕生。いや、一つはバードクラスやったかな、手札に戻すの。ボリンクレックスか。これ切り札として置いときたいな。ビルギ出してで、殴れへんから、書式は殴ってください。しゃあなくて、で全体除去がなくて、豆の木の巨人2体ともで殴ってはけえへんかな。固くいくかな。2体とも殴ってくれたらどうにか。どうですか？まだ殴ってこないですか？そう、殴ってこないのね。ビルギウだね。5マナやろ。1、2、6、7。スベラを出すかビルギを出すか。スベラを出して次のターン有効牌を持ってくる。いやー、ビルギ裏面かな。クリーチャー出した方がいい。ビルギ裏面で、スベラ出せるわ。よかったよかった。このビルギのこと考えてなかった。で、君は殴ってください。で、次のターンにかける。ライフゲインの効果も地味にしんどいな。もうそろそろ巨人で殴ってきてもいいんじゃない？あくまでも剣ですか。グレートヘンジを食べる。だいぶ墓地もなくなったよね。で、まだ剣に回ると。スベラの能力は呪文一つをマナコストを支払うことなく唱えてもよいか。誰がいらん？ガリアかな。ガリアでブロックしてで、ドゥームスカールか。まあでもトスキ残るから勝ちじゃん。やったぞ。この手厚いコントロールに勝ってやったぜ。よし、オッケー。よっしゃ。対戦ありがとうございました。対戦の方いかがだったでしょうか。アドを取っていけるカードばかりなので、全体除去を打たれたとしてもすぐにまた立て直し、しつこく戦っていくことができました。
バードクラスもさることながらトスキ、グレートヘンジでどんどん泥を回す動きがやっぱ強かったです。またエシカの警戒付与により守りながら攻めたり、ザリエルの速攻付与によりぐるぐる連鎖的に出したクリーチャーをそのままそのターンに殴りに行かせることができるような動きが良かったです。豪華ボリンクレックスといったフィニッシャー陣が速攻を持っているのもありがたいですね。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた。